高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は沈突についてです。はい、どうぞ。笑い事でもないんやけど、最近沈突が SNS で猛威を振るっとるみたいで、沈突っていう言葉は、沈が男性器で、突が突撃のネットスラングで、この二つを組み合わせた造語が沈突なんやけど、2000年代後半から使われ始めた言葉で、ニコニコ生放送、通称ニコ生から始まったってされとんだよな。これ歴史あるんやな。そうやな、だいぶ昔からあるけど、ニコ生やと配信中に男性器がカメラの画角内に映り込むと即座に放送が中止されてアカウントが削除されるっていう風な仕様になっとったって。これを逆に利用して動画配信の妨害行為として沈突が行われとったと。なるほど。で、最近は動画配信が普及しとるから、その中でSNS 上で露出する手段の一つとして広く認知されとる。週刊現代で、SNS で沈突が横行しとるっていうことに対して、それをテーマにした記事があったんやけど、その中に、実際の声が載っとって、イラストレーターの30代女性が、フォロワー5000人規模のアカウントを運営しとる人なんやけど、その中で沈突被害に遭って、無意識に通知を開いたら、肥大した男性器の画像を目にして衝撃を受けたと。びっくりするわな。長年のネット活動を行っとったけど、無縁やと思っとったのに、無差別沈突が横行する SNS の現状を痛感した。普通有名人とかにするもんやんな。そうやな。田中さんとか有名やんな。沈突されとるっつう。はいはい、言うとったな。この人は、5000人規模ぐらいで沈突被害に遭うのかっていうことにびっくりしたんじゃないかな。で、沈突は被害が女性に限らんっていうのも特徴で、女装の趣味で SNS を投稿する20代男性が、自身が男性ってことを公表しとるにもかかわらず、ほぼ毎日沈突されると。で、送り主になんで自分に送ってくるんやって聞いたら、男でも可愛かったら関係ないし、むしろ後ろめたさがないから送りやすいと回答されとる。怖っ。送り主の目的としては、ただ自分の男性器を見てもらいたいだけやから、そこでもう会話が成立したことで、もう定期的に画像を送りつけられるようになったっていうことなんよな。で、基本的に沈突は、わいせつ電磁的記録頒布等の罪っていう、罪名で、犯罪に該当する可能性があるんやけど、原則として、その不特定多数への頒布が要件とされてるから、1対1の DM やと適用が難しいケースが多くて、処罰するのが困難なんやって。それも変な話やけどな。被害に遭っとるわけやから。世の中すごい沈突溢れとるけど、沈突で捕まったっていう話はあんま聞かんやん。確かに言われてみれば、ないな。ないけど、沈突されたっていう声はめっちゃ聞くやん。聞く。配信者とかからなかなか立件されづらい案件みたいな。で、沈突をテーマにアベマでもちょっと前に取り上げられとったんやけど、人気インフルエンサー、TikToker のアミチが、この人はもう日常的に沈突受け取るみたいで、1日に2、3件沈突されるみたいなんやけど、過去にはエビスジャックからも同様の被害を受け取って、結構有名やけどな。警察に相談したんやけど、DM でのやり取りやと罪には当たらないと告げられた。そうなんや。で、このアベマのその番組の中では、アメリカのペンシルバニア州立大学の調査によると、沈突する人の心理としては、見返りを期待しとるっていうのが一番大きいらしくて、沈突することで満突が返ってくるんじゃないかっていうことを期待しとる人が一番多いらしい。自分が見せたんやからお前も見せろ。見せてもらってもいいんじゃないか。見せろっていうか、見せてくれるんじゃないかっていうことじゃん。その沈突の手口として、いくつかどういうのがあるかっていうのを紹介すると、一番多いのはさっきも言った、インスタとか X とかの DM で送られることが一番多いんやけど、確か俺もそのイメージやな。中には斉藤さんっていう特定多数の人に電話するやつ。たまたま繋がった人同士で電話するアプリ。あったあった。で、繋がった瞬間からカメラ起動さしとってチンコ映しとるみたいな。いや、怖すぎるやろ。そういう配信を見たことがあるな、俺。あとはエアドロップで、近くにおる人に対して自分のチンコの写真を送りつけるっていうエアドロップ痴漢っていうのもあるみたい。いや、もうテロやろ、それ。不特定多数に。ただこれは iOS のアップデートによって、もう今はエアドロップで画像を受信した時にサムネイルが表示されなくなったから、エアドロップ痴漢ができなくなったんやって。なるほど。アップルが動いたん、沈突に対して。沈突に対しての、動きな。沈突対策じゃないんかな。沈突がアップル変えたんやな、じゃあ。そうな。日本だけじゃないんちゃうかな、これは。
外国でも普通にあるんやと思うけどな。元の男性が女性に対して、こうやってな、沈突するっていうことが、何かしらの罪に触れる可能性はあるっていう話をしたんやけど、逆に、沈突をした人が18歳未満やったとしたら、送られた側が児童ポルノの単純所持に該当する可能性があって、送られた側が罪に問われる可能性があるんやって。いや、もう世も末やよ、もう。爆弾やん。すごいよな。その欲求を満たしつつ相手を陥れるっていうか、最強やんな。それは日本の法令がおかしいわ。法律の欠陥ではあるよな、これ。まあでも警察はもう所持した段階でな、持っとる証拠があるからな。あ、そうそう。紛れもない事実なんやから。過去に取り上げたさ、アルバムコレクションと一緒やんな。ああ、はいはい。画像を自分のスマホに落とした時点で罪に問われるっていうことやんな。DM で送られてきたとしても、常に見れる状態になっとったら、単純所持に問われる可能性があるってことやん。送られた側も。まあ、せやな。調べてみると、沈突って、痴漢とかみたいに、おじさんが若者にやっとるっていうわけでもなくって、若者が若者に対して、沈突しとるケースも多いみたいで。若者でも学生とか。そうそう、もう中高生とかで、中高生の中で同級生に沈突するみたいなのも結構あるみたいやな。調べてると結構出てくる。モラルどうなっとんねん。だから今みんな、その中高生 SNS やってるからさ。確かにそれはあるかもしれんけど。その同級生のインスタの DM に、匿名のサブアカ作って、そっから沈突するっていう方法で、沈突しとる奴らっていうかまあ中高生がおるんよ。社会問題やな、それも。そうやな、まあ擁護するわけでもないけど、同級生にチンコを送って、反応を面白がって見てしまうっていう気持ちは、俺やったことはないけど、気持ちわからんでもないけど。もちろん。反応を見るっていう意味でやな。特にな、ウブな女の子とかが自分のチンコを見て、なんか恥ずかしそうな反応しとったら、まあそれが面白かったり、まあ性的に興奮するっていう気持ちはまあわからんでもない。まあ一種の性癖や。風俗とかでさ、チンコ見られた時にさ、大きいねとかさ、すごい硬くなっとるとか言われたら、ちょっと興奮するやん。はいはいはい。それと一緒か。それと似とんのちゃうかなって。自分の性器に相手が興味を示してくれるっていうことが興奮につながるんじゃない？ああ、送る人の心理としてはそうやろな。自分のチンコを見られるっていう時点で満足して興奮するんやろ。別にそこに刺激がなくても。自分のチンコが見られるっていうのはもうセックスを連想するやん。うん。まあ普通はそういう場でしかないからな。まあでもここまで沈突が社会問題になっとると、あと知恵袋でやっぱ検索しても結構沈突してしまいましたっていう投稿多くてビビるけどな。沈突した側のな、質問が多いよな、知恵袋を。そうそうそう。どうしましょうとか。いや、沈突リスクあると思うけどな。さすがに。ただ、この沈突する人は、自分のチンコだけを送って、顔とかを映さずに送っとるから、ハードルが低いんやって。自分が特定されるわけじゃないからな。コミュニケーションツールとして、もう送ってしまうんやろな。挨拶の一環で、初手沈突みたいな。そうそう。タヌカナが悪いわけじゃないけど、あの人結構フランクに沈突の話とかするやん。うん、するする。実際切り抜きとかよく見るしな。だからそういうのもあって、沈突っていう行為が広く認知されるようになったせいで、面白い行為として昇華されて、それが免罪符になっとるみたいなのもあるみたいな。はいはいはい。まあ、つけ上がるわ。やる側はな。そんな嫌がってないんじゃないかっていう。それで反応してしまったらもう、なおつけ上がるからな。同級生とかにするっていうのは、バレたらさ、もう終わりやん。もう人生終わりやん。いや、終わり終わり。もう学生生活も終わるし。もう体格レベルやんの。学校とかで同級生の可愛い女の子とかに沈突したいっていう気持ちはわかるけど、絶対リスク大きいし、バレた時、もうほんと偉いことになるし。いや、その一線は超えたらな、あかんやろ。まあバレやんだとしても黒歴史になるからさ、オナニーして気持ちを沈めるしかないんじゃないかなっていう、まあアドバイス。もし沈突したいっていう。中高生だったら。俺らが学生の頃は、沈突っていう言葉はなかったけどな。聞いたことはなかったな。なあ。ただ、今こうやった SNS の普及とかもあるけど、沈突をしやすい環境にはなったっちゃなったやん。そうやな。簡単にスマホもさ、小中学生でも持って、で、まあ、沈突の話題っていうか、目にすることになって、それやったら、じゃあ俺もちょっとぐらいっていう学生が、まあ、現れるってのも変ではない。そうやな。もちろん擁護するわけではないけど。顔とか名前を隠していくらでも送る術ではあるからな。昔は、ガラケー時代はなかなかそこまで、まあできなくはないんやろうけど、リアルタイムで送る術っていうのは、ガラケーやとなかった気がするから。そう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 。まあそもそもチャットがないしな。第三者的な目線で言えばさ、ニュースとかさ、見とると、バカなことやっとるわっていう
感じになるけど、当事者からしたらな、1日にさ、2件も3件も沈突されてさ、有名人とかはな、たまったもんじゃないけどな。チンコ見すぎて。ただの黒画像やからな。おー。で、沈突があるなら満突はあんのかっていう話になるんやけど、はいはい。結論から言うと満突も存在はするん。あ、そうなんや。実際に SNS で満突とか、満突募集とかで調べるとめっちゃ出てくるんやけど、これはほとんどがフォロワーを獲得する目的でやっとって、フォロワーを満突募集とかっていう風に募集かけて、でフォロワーを獲得して、写真の販売とかアフィリエイトとかで、金を稼ぐ目的でやってるみたいなの。満突は優勝なんや。そうやな。だからそれで、その投稿に対して、いいねとかリツイートとかしたら満突してあげるみたいな書いたんだけど、フォロワーを獲得しただけだから、頑張っていいねしたところで満突はしてもらえやんのやって。で、状況によっては本当に画像を送ってもらえることはあるんやけど、それで金銭を要求されたりとか、アフィリエイトに誘導されることが多いみたい。しかもその人って限らんしな。そうそう。だから広い画像やったり、AI で作った画像がほとんどみたいな。今はな、やろうな。でもこういうの情弱は騙されるんやろ。その満突を受ける流れがあって、満突募集の人に連絡をすると、DM で連絡が来て、欲しい商品を選ばされるんやって。はいはい。で、選んでから PayPay で言われた金を払ったら画像を送ってもらうっていう流れがあるみたいで。いや、いかにもやけどな。そんなに騙されるやつおるんかって思うけどな。でもおるからまかり通っとんのやろな。こういうのに引っかかる人は、引っかかるっていうかDM を送るような人はもう簡単に引っかかるんやろうな。気づかんやろ。それが罪に問われるとか。だからこれも相手の満突してくる女性が18歳未満とかやったら児童ポルノで捕まるっていうことやな。いやー、わからんけどな。これが実際に満突をしとる裏垢女子がおったとしても、実際中身はおじさんやったりもするから。なんとでもできるからな。だから沈突はこっちからお願いするのも勝手に送ってくれるけど、満突は金を払わな送ってもらえやんっていうのが、世の中の流れというか常識やな。でも沈突するやつってさ、相当自分に自信持ってないとできやんけどな。だって基本沈突ってさ、勃起した状態を送るんやろ。そうやろな。自分のチンコすごいやろって自慢したんやろ。自分自身勃起したチンコ取るのすりゃ、はずいけどな。痴漢と一緒でさ、相手が迷惑すると思ってないんやと思うけどな。相手が喜ぶと思っとんのやろ。自分の立派なチンコを見て、相手も興奮するとか、喜ぶやろうと思って送っとんだよ。でも、ほとんどの女性はさ、そんな好きでもない人のチンコ見ても不快に思うだけやわな。いや、そりゃそうや。俺でもさ、全然知らん人から満突されても、普通に気持ち悪いもんな。顔とか見えてなかったらもう何も興奮せんしな。そう。っていうか見たかったら別に AV とかで自分から見に行くしな。自分勝手な行為ですよ、沈突なんてのは。いや、そりゃそうよ。やっぱリスクを考えた方がいいと思うわ。絶対はないから。有名人に沈突して興奮するかな。その反応が見れやな面白くないんじゃないの。なんなの。それこそいっぱい沈突されてさ、へきへきしとるし、返信も変えてこんやろうし、そんなで満足するんかなって思うわ。そうやな。だってこういうのってさ、チンコ見慣れとる人に送っても興奮しなさそうやけどな。そう。清廉潔白な無な感じの人に送って恥ずかしがっとるっていうのに興奮するっていう気持ちやったらわからんでもないけどな。普通に有名人、このアミチみたいな人に送ったところでいっぱい生きとるやろうしな。沈突なんて無造無造の一つ。反応がなかったらマジで全然送る意味ないけど、送ったっていう事実が興奮させるんかな。送った DM とかでしこっとる可能性もあるし、やっぱいろんな性癖の人は世の中におるから。反応楽しみたいんやったらやっぱ風俗で見せるか、自分のパートナーに沈突して発散するのがいいんじゃないかと。目の前で反応を見れるしな。新鮮味はないんじゃない？いや、でもこの罪にならんっていうのがすごいよな。そう。それが罪にしにくいから蔓延しとるんじゃないの？もっと取り締まらな。脱法の性犯罪というかいずれ見せしめ的な感じで捕まる人が現れそうやけどな。そしたら一気に減るんやろうな。今はまだあんまり泳がしとるんじゃない？公に捕まったっていう話は聞かんけど、いずれ出てくるような気がするな。大々的に捕まる人。ここまで周知されてきてあるからそろそろ動いてもおかしくはないと思う。そんな感じで今日は SNS で猛威を振るう沈突とその手口について話してみました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。